どうも皆さんこんにちは。福井の映像屋さんの木野です。本日はイラストレーターとアフターエフェクトとプレミアプロを使ってタイトルアニメーションを作る方法をご紹介させていただきたいと思います。Adobe 自体の初心者の方向けに内容はまとめていますが、プレミアプロは使ったことがあるけどイラストレーターとアフターエフェクトは使ったことがないという方にもおすすめの内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは Web 制作や動画制作に関する様々な情報を発信しています。クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回はこんな感じのタイトルを作ってみたいと思います。プレミアプロだけでももちろん文字を入れたり簡単なエフェクトをつけることはできるのですが、イラストレーターやアフターエフェクトを使うことで文字の形に合わせたオリジナルのアニメーションを作れるようになります。早速イラストレーターを開いていきましょう。新規ファイルをクリックし Web を選択。幅は1920で高さは1080ピクセルで作成しましょう。文字ツールを選択して実際に文字を打ち込んでみましょう。エスケープキーのショートカットで選択ツールに切り替えます。シフトを押しながら文字のサイズを大きく調整しましょう。プロパティの中の整列のアイコンをクリックすることで文字を中心に移動させます。次にフォントを好きなものに変更しましょう。左側の入れ替えの矢印をクリックして塗りつぶしなしの線ありにします。プロパティの中で線の幅を少し太めに調整しましょう。次が重要なポイントになるのですが、コマンドシフト O のショートカットで文字をアウトライン化します。アウトライン化というのは文字を文字の形をした図形に変換することと認識いただければと思います。次にグループ解除をしてきとのを分離させます。そしてレイヤー1を選択してから右端の3本線をクリックしてサブレイヤーに分配シーケンスを実施します。きとの2つのレイヤーを選択して掴んでレイヤー1よりも上に移動させましょう。これでしっかりそれぞれのレイヤー分けをすることができました。レイヤー1は不要なのでゴミ箱へドラッグ&ドロップしましょう。後で作業がしやすいようにそれぞれのレイヤーには分かりやすい名前をつけておきます。これでイラストレーター上でのタイトル作成は完了です。コマンド S でファイルを保存しましょう。では続いてアフターエフェクトを開いていきます。新規プロジェクトを選択します。プロジェクトパネル上で右クリックをして先ほど作ったイラストレーターのファイルを読み込みましょう。読み込みの種類はコンポジション。フッテージのサイズはドキュメントサイズを選択します。読み込まれた木のというコンポジションをダブルクリックします。先ほど作ったタイトルが表示されました。この透明グリッドは背景がない場合必ずオンにしてグリッドが表示されている状態にしておきます。次に2つのレイヤーを選択、右クリックをして作成の中のベクトルレイヤーからシェイプを作成を実行します。作成されたこの2つのレイヤーを編集していきます。
最初からあったイラストレーターのアイコンのレイヤーは表示がオフになっていると思いますが、それで OK です。のアウトラインの左側の矢印を展開して追加からパスのトリミングを選択しましょう。パスのトリミングの矢印を展開して開始点を 100% にしてストップウォッチクリックでキーフレームを追加します。タイムラインを2秒の地点に動かして開始点を 0% にしましょう。スペースキーを押して再生するとこんな感じのアニメーションができました。では展開していたの項目は閉じてきの矢印を展開しましょう。追加から今度はパスのオフセットを追加します。パスのオフセットの矢印を展開し0秒時点の量を80にしてストップウォッチクリックでキーフレームを追加します。2秒地点の量は0にしましょう。再度スペースキーを押して再生するとそれぞれの異なるアニメーションができました。アフターエフェクト上でのアニメーション作業はこれで完了です。コマンド S でこちらも保存しましょう。では最後にプレミアプロを開いていきましょう。新規プロジェクトをクリックしてプロジェクトの保存先とプロジェクト名を設定します。上部のファイルメニューから新規シーケンスを作成しましょう。フレームサイズは先ほどと同じく1920の1080にします。ではプロジェクトパネルでの右クリックの読み込みからまずは事前に準備しておいた写真を1枚読み込みます。タイムライン上にドラッグ&ドロップしてサイズを調整しておきます。再度プロジェクトパネルでの読み込みからアフターエフェクトで作ったファイルを読み込みます。コンポジション機能を選択しましょう。タイムライン上へドラッグ&ドロップします。では再生してみましょう。これでイラストレーターとアフターエフェクトとプレミアプロを使った一連のタイトルアニメーション動画の制作の完了です。今回の内容はまずは3つのソフト全てを一連で使ってみることを目的にしたとても基礎的な内容になりますが汎用性の高いものになりますので繰り返しご覧いただきながら実際に作業をしてバッチリ押さえていただけますと幸いです。不明瞭な点がございましたらぜひコメントをお願いいたします。またこのチャンネルでは Web 制作や動画制作に関する様々な情報を発信しています。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。